何が大きなメリットかというと、めちゃくちゃ乗りやすいです。ミニバンこそ EV にすると合うんじゃないかなと思うんですよ。テンションがただただ上がる。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日はですね、めちゃくちゃ可愛い内外装と使い勝手をお届けしてまいりました。こちらのフォルクスワーゲン ID バズ一般道市場をお届けしたいと思います。ちょっとね、高速道路はいけないんですけれども、実はミニバンの EV って日本の道にも合ってるんじゃないかなと思います。その辺のお話をじっくりとしていきたいと思いますので、今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。自分で施工でこの効果、シラさん50。さすが海辺、おでこ全開になっちゃいました。さあ、この ID バズなんですけれども、今日はですね、湘南に来ておりまして、もう江ノ島ですね。湘南というよりは江ノ島に来てるんですけれども、ここで試乗会をしていただきました。まあね、本当にサーフカルチャーという意味でもこういうミニバンに親和性の高いエリアだと思いますので、非常に注目度が高くてですね、もういろんな人が見るわ撮影してたらね、どんどんこうね、お客さんが集まってきちゃって、みんなでねこの車をこう見てくださるみたいな感じのシチュエーションにも遭遇しました。まあそれだけやっぱりね、既視感がないですし、このエリアってやっぱ神奈川の中でもまあ一軒家に住んでいらっしゃる方が多いということもありまして、多分ねミニバンすごい多いエリアなんですよね。ですからまあ隣かぶり両隣、向こう3軒両隣アルファードみたいなね、あとね、まあ今横にもいますけどもシエンタかぶっちゃうとかね、そういう方がいらっしゃって、ちょっと個性的な可愛いミニバン欲しいんだけれども、まさにワーゲンバスの軽チューンが今ありましたけれども、こういうね、まあ個性的な車に乗りたいなという人も多い文化の中でですね、まあ非常にこういうの待ってたよという方もいらっしゃるのかなと思います。ちなみにこの ID バズなんですが、2022年にすでに欧州でですね受注を開始した車で、特にですね北欧ではもう受注と同時にですね、4000台近いオーダーが入るぐらい、まあ非常にこうねバズった車、その名の通り ID バズした車の一つだったんですけれども、その後日本への導入はですね、実は欧州のデリバリーもその工場の生産の都合などなどから、ご存知の通りね、2022年から世界的にちょっといろいろと車の部品調達に関しまして、いろんなことが起こって良くない時代にこう発売されてしまったのと、いろんなその EV に対するね、事情もありまして、この導入がですねこのタイミングになってしまった。日本では2025年の下半期になったという感じですね。でその恩恵といたしましては、もう一つ大きなメリットがあって、実はですねもうすでにね欧州ではもう改良を終えてるんですよね。なので後期型モデルが日本に入ってきたということなんですよ。もうこれ大きなメリットで、何が大きなメリットかというと、欧州導入当時初期型ではですねバッテリーが 77kWh のものが搭載されていたんですけれども、それがですね、大幅に大きなバッテリーになりまして、航続距離ももちろん伸びたというものが日本に初めて入ってきたんですよね。でこの EV におきまして、そのバッテリーっていうのはやはりですね本当に大きな意味を占めています。さらに今日私が乗らせていただいているのはロングホイールベースモデルになっておりますので、バッテリーがねこの ID バズに関しては床下に敷き詰められていると。ロングホイールベースになるとホイールベースが伸びますから、その分もちろんバッテリーの搭載量も増えるということで、ロングホイールベースは 91kWh ものバッテリーを搭載してるんです。それのおかげで航続距離がですね、当初だと400キロぐらいだったんですけれども、この欧州モデルではね、なんと日本導入モデルはですねロングホイールベースだと554キロ、もう十分ですよね。私の車でもガソリン満タンで600キロぐらいしか走らないので、それを思うと554キロもあればですね、特にミニバンユーザーのような方々であれば、日常生活には十二分のパッケージじゃないかなというふうに私は思ってしまいます。で実際にですね、この乗り心地の話をしていきたいんですけれども、めちゃくちゃ乗りやすいです。何がって、このバッテリーが床下にあるので、そもそもですねこれだけの背の高さのあるミニバンでありながら、重量物が下にあるので両モーメントであるとか、それから挙動がまず安定するということなので、車としての動力性能として非常に優れているというのはもう大前提です。でさらにその床下にバッテリーがあるもう一つのメリットとしては、なんとこれはね本当に諸刃の剣なんですけれども、諸刃の剣でもあるんですけれども、ヒップポジションが高いんですよね。です
ですから内外装と使い勝手編の時にもお話ししました通り、実はですね乗り込みは意外とこうステップまでね足をガバッと開けなければ乗り込めないといったような、乗り込み時のアプローチのね不便っていうのは実はあるかもしれないです。ですから本当にね小さなお子様がいらっしゃる家庭ですとか、一人で乗り降りするのには、よじ登ったりするのね子供さん好きなので、大してそのね老婆心なのかもしれないですけれども、ちょっとギャップはあるよと、最低地上高までの高さはあるよと。なので、お子様よりも逆に女性の方がね、私みたいに今日タイトスカート履いたりとかしてるとちょっと託し上げてね乗らなければいけないといったようなところはあるかもしれないんですけど、それぐらいです。それよりも大きな恩恵としては本当にねヒップポジションが高いので、まるで本当トラックに乗ってるかのような、すごくね遠くまで見えるんですよ。だから直接視界が非常にいいっていうところとつながってますので、ここも意外と乗ってみるとですね、このロングホイールベースの長さと、それから輸入ミニバンなのでねミニバンではあるんですけれども、結構ねトレッドだから全幅が大きいんですよね。日本の場合はやはりねそういうところをですねすごくコンパクトに作ってあって、高さに対しての横幅が狭い車がやっぱミニバン多いんですけれども、輸入車の場合はですねミニバンでありながらもやはりね最終的には特に欧州車に関しましてはアウトバーンを走行するっていう目的もありますので、やっぱりねその縦横比の中でその横の長さをこう挙動の安定のために求めるというような傾向にあるんですけれども、なのでそれは例外でもなく、この ID バズにもね導入されていて、多分思った以上におそらくですよ大きいです。横で見るとあれこんなこの車大きいのって思う人の方が多いと思うんですよ。でそれをこうもし、そうですね選択の際のネガティブにされている方がいらっしゃるんだとしたら、ちょっと一回乗ってみてと、ちょっと待って、その諦めるの待って、意外と乗りやすいよっていうところを言いたかったんです。なぜならばこれだけのサイズがあっても本当にねこのヒップポジションが高いので車腹感覚をつかみやすいんですよね。あんまりこの車の大きさを感じなくて済むというか、把握をしやすい。小さく感じるとかそういうことじゃない、車両のそうですね感覚をつかみやすいです。上に座ってるのでポジション的なねメリットもすごく感じました。それからやっぱり大きなメリットとしてはすごい操作感が軽いんですよね。これはもう EV ならではですけれども、その制御をつけやすい、電気系のものはですね電気の動力だと非常に相性がいいので、非常に制御がしやすいというところがあると思うので、ハンドルがまず軽いのと、もうこの電気のトルク感ですよね。トルキーなんですよ。すごくもう飛び出るようにぐーっと進みます。でこれがまたね日本のミニバンにはねなかなかない。昔ね V6 のねアルファードとかありましたけれども、やっぱりそういうのがなくなって、ハイブリッドになってくると、日本のハイブリッドってやっぱりね燃費の方を求めますので、トルクというよりは割と、そうですね質感、高級感であったりとか、揺れなさであったりとかね、それこそピッチングが起こらないようにとかしていくっていう制御の方向になってくることが多いと私は思っているので、この ID バズに乗るとですねもう元気のいいですねモーターの最初からのグイッとしたトルクも楽しめるというのもこう面白い点かなと思うんですよね。どっちに優劣があるとは言いませんけれども、これまでのミニバンに少し乗り飽きていたよという方はですね、非常にこの ID バズの運転感っていうのは面白く感じるんじゃないかなと思いました。そもそもですねやっぱり日本におけるミニバンの EV 比率っていうのがもう全然まだないですので、ミニバンこそ EV にすると合うんじゃないかなと思うんですよ。でそれはさっき言ったようにやっぱりパッケージとしてバッテリーが床下にあるので運動性能がまずそもそもいいっていうことと、その酔いづらいその制御が作っていけるっていうことにもあると思うんですよね。こういう進み出しの時はですね、やはりその物理なんですけれどもこうパカッとこうねフロントが上がりがちになるんですけれども、ビブの場合は車重が下にありますのでこういう姿勢の挙動の変化っていうのが起こりにくいです。でその代わりに何が起こってくるかっていうと、これだけ開口部が大きい車なのでもっとバタバタするのかなと思ったら、さすがフォルクスワーゲンというかそれはさすが後期型なのかもしれないんですよね。すごく足の当たりは柔らかくできてました。そもそもこのですねID バズはEV 専用の新しいプラットフォームで設計されました車になっています。で
でこの EV プラットフォーム自体が非常に優れているというところもあると思うんですよね。EV として最初から設計されてますので、それなりの強度であるとか、またいなしっていうのも同時に叶えていると思うんですよね。でそれがうまく、バランシングされているというのがまず1点。このプラットフォームにコンチネンタルタイヤ入ってるんですよね。でコンチネンタルって、タイヤ数あるプレミアムタイヤメーカーの中でも割と初期のあたりがすごく柔らかく作るのが上手なメーカーです。でこれが低扁平ではないものが合わさっていることによりましてですね、足回りのそのバタつきのなさっていうのをすごく上手に問題を解決してるかなっていうところもありました。あとそのプラットフォームがやっぱりしっかりしてますので、意外とこれだけガラスエリアが多い車でもねじれ挙動とかそのリアの羽みたいなのも全然感じないんですよね。でここもやっぱりバッテリーが功を奏しているのと、もしかしたらですよ、ロングホイールベースなので、ショートのホイールベースのものよりもさらに落ち着きがいいのかなと、長い分ねっていうところの、憶測もできてくるわけです。でもそのホイールベースの長さに関しては住環境でねいろいろとあると思いますので、それは使い勝手に関して選んでいただきたいなと思うんですけれども、乗ってる限りロングホイールベースはいいなと、落ち着きいいなというふうに印象を受けています。最近ねちょっとフォルクスワーゲンの車はインテリアが良くなりました。良くなってきました。一時期のねあれって思うようなねインテリアよりも本当に良くなってきましたし、それがやっぱりこの ID バズ、特に日本版に関しては日本のお客さんは内装の質感にすごくうるさいので、ものすごく注意深くですね質感の方を上げてきたなという感じもします。ちなみにこのような明るい内装ではなくて、グレーとのコンビのカラーのねシックなものもありますので、その辺もお好みに合わせて選んでいただきたいんですが、とにかくこのような明るい内装の可愛いミニバンって、可愛いかっこいいミニバンって他にないので、ぜひねこの色はもうちょっと一押し。めっちゃ可愛い。本当にテンションがただただ上がる、すごくいいパッケージだと思います。でとにかくこの車体の大きさと車重を感じさせないぐらいめちゃくちゃ操作感が軽やかなんですよね。アクセルに対しての進み感ももうまさにこの電気自動車のいいところを全部持ってる感じもしますし、本当にね乗っていてこのスイスイ感っていうのはこれまでいろんなミニバンに乗ってきた人が割と驚く感じの運転感になってるかと思います。やっぱりそのミニバンに関しては航続距離であるとか、それから充電のね、不安があったりとかすると思うんですけれども、それは一旦考えを委ねるにしてもですね、一回本当に試乗してみていただいて、こんな選択肢あるんだ、意外といいじゃんっていうね、一つチョイスとして頭に入れていただいてもいいのかなという感じもします。あとね意外とね EV って本当自宅にね充電器をつけれるような、だからご自宅にガレージがあるような人はですね、 EV って私もね所有したことないですよ、ないんですけど EV と一緒に旅したことはあるわけですよ。でガソリンスタンド寄らずにですよ、朝起きたら充電満タンになってる生活って意外といいの、意外と便利なんですよ。これにハマってもう EV しか乗らないっていうオーナーさんも意外といらっしゃって、一概にねその苦手意識を持つっていう感じではなくて、やはりね少しマインドシフトをしてこれ持ったら不便だなじゃなくて、これを持ったら楽しいことが起こるなっていう視線で見てもらうっていうのもいいのかなと思いました。いや思った以上にすごい良かったです。これはね私もしばらくちょっと一緒にこれもまた旅したくなりました。まず可愛いしね。自分でできる、簡単早くて効果抜群、ダイヤモンドプラス。白山50です。全然ツルツル。はい、というわけで今日はこちらフォルクスワーゲン ID バズ一般の試乗をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。非常にですねそのパッケージとして魅力的ですし、ミニバンが飽和状態にある日本の中で新しいですね選択肢としてこれを待ってた人潜在的にいらっしゃるんじゃないかなと思います。ぜひですね販売店の方で試乗してみていただきまして、この新しい魅力に触れていただけたらとも思います。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井優樹でした。バイバイ。